皆さん明けましておめでとうございます。ウィーです。今日は特別な洋風おせち7種盛りにチャレンジしました。お正月にぴったりで見た目も華やか、しかも簡単に作れるレシピをご紹介します。家族や友達と一緒に楽しめることに間違いなしです。ぜひ最後までチェックしてくださいね。では早速1品目を見ていきましょう。1品目、カラフルミートローフを作ります。では食材を見ていきましょう。はい、まず、牛肉、豚肉の合いひき肉を 400g、 あとはロングベーコン8枚、ソフトパン粉、そして牛乳、チーズ、ミックスチーズ、お好みのチーズで OK です。はい、そして玉ねぎ、卵、ピーマンとパプリカ、うずら卵、水煮、ココナッツを使います。そして調味料は塩コショウとナツメグです。はい、これで OK。 見てください、これはマジック。じゃじゃーん。玉ねぎ半分使います。みじん切りにします。辛さを取るためにみじん切りをした玉ねぎを水で15分ぐらいさらします。そしてパプリカとピーマンもみじん切りにします。はい、これで下準備 OK です。次、合いひき肉を全部ボウルに入れます。そしてみじん切りしたピーマン、パプリカと玉ねぎを入れます。パン粉大さじ5スプーンぐらい入れます。そしてチーズ、ミックスチーズを 20g ぐらい入れます。卵1個入れます。塩と胡椒で下味をつけます。食材を全部入れましたらゴムベラで軽く混ぜ合わせましょう。ゴムベラで軽く混ぜ合わせたら、塩と胡椒で軽く振りかけましょう。そして牛乳大さじ2、2スプーン入れましたら、ナツメグを適量お好みの量を入れます。はい、これで食材を全部入れました。ここからは粘りが出るまでよーく混ぜ合わせます。よし、このぐらいで OK。 はい、この合間で、オーブンを200度予熱5分ぐらいを入れます。 NEXT、 クッキングシートを広げ、ベーコンを縦に少し重ねて並べます。そして奥側を3センチ開けて肉種を乗せてゴムベラで広げていきます。肉種をきれいに広げましたら、肉種の真ん中にうずらの卵を一列に並べて乗せます。よし、これで OK です。次、手前のクッキングシートを持って、手前から巻いていきます。さらにクッキングシートで包みます。巻き終わりを下にして天板に乗せます。これで OK です。では焼いていきましょう。200度に予熱したオーブンで30分くらい火が通るまで焼きましょう。はい、200度と30分セット。 OK、 Let's go。 30分焼きましたら
爪楊枝または竹串などで刺して透明な肉汁が出てきましたら焼き上がりの目安です。この動画では撮ってませんが、ソースの方はケチャップとウスターソースなどで混ぜ合わせて、または辛さが好きな方、マスタードなどを追加しても美味しいです。ほう、見てください。いい感じに焼けましたでしょう。今回初めて作ったものなので、意外と簡単に作れてますね。はい。残りのミートローフを、ラップで包んで冷蔵庫に保存し、食べたいときは、切ってレンジで温めれば OK です。これで1品目完成です。2品目、パプリカとピーマンの卵焼きです。玉ねぎ4分の1使います。あとはパプリカ4分の1とピーマン1個。そして卵3つ。塩と胡椒。あとは昆布だし。ボウルに卵3つ割ります。そして、昆布だし、塩と胡椒で味付けます。お箸で卵を溶きほぐします。そして玉ねぎ、ピーマンとパプリカを入れて混ぜ合わせます。よし、これで OK。焼いていきましょう。卵焼き器は持ってないのでフライパンを使います。まず油を引きます。卵液を4か5回に分けてレードルで流し込みます。中弱火で焼きましょう。半熟状に焼けてきたらお箸で両端を折りたたんで、手前から奥まで巻いていきます。卵を奥のまま置いて、卵液を5分の1流し入れたら、卵焼きを少し持ち上げて、卵焼きの下にも卵液が行き渡るようにフライパンを傾けます。はい、卵が半熟状になったら両端を折りたたんで、今度は奥から手前に巻いていきます。そして卵焼きを奥に移動します。同じ工程をあと3回ぐらい繰り返したら火から下ろし、食べやすい大きさに切ったら完成です。はい、これでできました。あとは食べやすい大きさに切れば完成です。では重箱に詰めましょう。次、カモロススライスのオレンジソース添えです。はい、食材はカモロース1パック、そして蜂蜜とオレンジジュースで、ニンニク3片と、ローズマリーとレモンの皮またはオレンジの皮です。はい、以上です。フライパンを温めたらカモローススライスをそのまま乗せて 2,3 ぐらい焼き色つくまで焼きます。この合間に塩コショウで下味をつけます。カモローススライスが焼けましたらお皿に移します。そして鴨肉を焼いたフライパンのままにニンニク、ローズマリーとオレンジジュースを入れます。
オレンジジュースが沸かしたら、蜂蜜を入れてとろみが出るまで煮詰めます。オレンジの皮またはレモンの皮が加えることで、さらに香りがアップします。よし、これで完成です。では重箱に詰めていきます。はい、鴨肉全部詰めましたら、最後オレンジソースを上にのせて完成です。4品目、ホタテのレモンガーリックバター焼き。はい、食材はホタテ1パック、そしてバター、ニンニク、パセリ、イタリアンパセリとレモンです。ホタテを塩コショウで下味付けます。そしてニンニクをみじん切りにします。パセリ、イタリアンパセリは全部重ねて、大雑把に切ります。あとはレモン汁、レモン半分切って半分の量を使います。フライパンにオイリーブオイルをひいて、ホタテを焼き色がつくまで 2,3 分ずつを焼きます。できたホタテを、お皿に移します。そして同じフライパンにバターを1個溶かします。バターを溶かしたらニンニクを入れて香りが出るまで炒めます。はい、焼き色がついたらホワイトワイン入れて 2,3 分ぐらい煮詰めます。そして塩、レモン汁と残りのバターを入れて煮詰め続けます。バターが溶かしたらホタテをフライパンに戻してさらに煮詰めます。最後にイタリアンパセリをのせて完成です。よーし、重箱に詰めましょう。はい、4品目できました。5品目、生ハム、トマトのピンチョス。食材は生ハムロース1パックで、ミニトマト、バジルとモッツァレラチーズです。ミニトマト4つ全部半分切ります。そして生ハム半分折って手前からぐるぐると巻きます。はい、こんな感じです。爪楊枝で生ハム、バジル、モッツァレラチーズとミニトマトの順に重ねて刺します。ソースはこの動画では撮っておりませんが、ご興味のある方レシピの方にご参考ください。5品目完成です。6品目、スモークサーモンの生春巻き。食材は30レタス、カニカマ、スモークサーモン、ライスペーパーとスイートチリソースです。ライスペーパーを1枚水またはぬるま湯にくぐらせ、まな板などにのせます。そしてレタスをのせてカニカマもその上にのせます。最後はスモークサーモンをのせて巻いていきましょう。
巻いた春巻きを包丁で半分カットし、チリソースで添えて食べれば OK です。よし、6品目完成です。7品目、タコとトマトのマリネ。はい、食材はまずボイルタコを1パック、約 80g です。で、オイリーブオイル、ホワイトワインビネガー、またはお酢、そして、塩と胡椒。最後はマスタード、お好みのタイプで大丈夫です。あとはミニトマトも必要です。はい、タコを全部薄くスライスします。タッパーにオイリーブオイル3さじ入れます。そしてホワイトワインビネガーまたはお酢大さじ1か 1.5 さじを入れます。そしてマスタード半さじを入れます。あとは塩と胡椒を入れてよく混ぜ合わせましょう。ソースをよく混ぜ合わせたら、タコを入れて混ぜ合わせます。お好みで、粗挽き黒胡椒を加えてアクセントを加えます。ミニトマトを4つ分全部半分に切ります。トマト全部タッパーに加えて、ソースと和えます。お好みでパセリを加えます。はい、これで OK です。美味しい。はい、7品目も完成です。できましたね。初めて作った感想としては、一つ一つは意外とシンプルで作りやすかったのですが、7品を揃えるとなると少し時間がかかりました。でも完成した時の華やかさと達成感は格別でした。特にミートローフや卵焼きは見た目も味も大満足。作る過程も楽しく、良い新年のスタートを切れた気がします。はい、ではいただきます。ごちそうさまでした。完食しました。いかがでしたか？洋風おせちの7種盛り。どれも簡単で華やかに仕上げましたね。はい。お正月だけではなく、パーティーや特別な日のオードブルーにもぴったりなレシピです。ぜひ皆さんも試してみてください。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねも、そしてコメントもお忘れなく。皆さん今年もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Until then, nope, I know, definitely nope.